こんにちは。今回は北京市内から万里の長城までの格安な行き方を紹介します。交通手段やチケット購入まで注意点も含めて写真や動画を使って詳しく解説するので、万里の長城への観光をお考えの方はぜひ最後までご覧ください。万里の長城と一言で言っても、その長さは2万キロ以上あると言われ、すでに壊れてしまっていけない部分もあるので、今回は北京市内からも行きやすく、観光地として整備されている発達嶺長城までの行き方を紹介します。発達嶺長城までは、ガイドブックなどでタクシーをチャーターすると片道数百元で1時間、バスだと片道12元で1時間20分と紹介されていますが、今回紹介する方法は片道7元以下、1時間15分で行くことができます。速さはバスとあまり変わらないような気がしますが、7元以下と書いた理由や、この方法ならではの楽しみ方もあるので、気になる方は続きを見てください。今回紹介する方法はズバリ、鉄道を使います。北京市内の地下鉄18号線と13号線の不王院駅から S2 線の大土天駅で鉄道に乗り換えます。不王院駅を降りると S2 線に乗り換える案内の表示があるので G4 出口を目指して歩きます。とは言っても降りてすぐではなく5分以上歩かないといけません。G4 出口から出ると大土天駅までの通路が見つかりますが、平日とはいえ中国の首都北京とは思えないくらい人がいません。ここで注意すべきポイント。人通りの少ない通路を歩くと、ほぼ確実に客引きに声をかけられます。携帯のアプリで翻訳しながら日本語で話しかけてくるのですが、自分たちのタクシーに乗らないかという内容です。かなりグイグイ来るため、男の私でも少し怖く感じますが、そこまで悪い人たちではないので、きちんと断れば大丈夫です。列車を待つ時間がない、今すぐ出発したいという人は乗ってみるのも間違いではありません。ちなみに値段は値切れば片道100元から150元。ただし乗り合わせなので人数が集まるまで待たないといけないとのこと。帰りは客同士で待ち合わせるか自分でタクシーを探して帰らないといけません。チャーターだったら400元だと言われましたが、これも交渉次第でもっと安くなるかもしれません。私の場合、乗る気がなかったので、チャーターで往復100元なら乗るよと言ってみると、呆れて離れていきました。客引きにできるだけ話しかけられないようにするには、電車の時刻を知っておくことです。こんなに人が少ないですが、出発時刻が近くなると人が集まり始めます。とはいえ、この日は20人ほどでしたが、警備員風の人も動き始めるので、その時間だけ客引きがおとなしくなります。列車の時刻は駅に入ってからしか見られなかったので、ここで紹介します。ただし、時刻は変わることもあるのでご了承ください。これを見ると、金、土、日、月と祝日は6往復、火、水、木は3往復出ています。観光する日を確認しておきましょう。駅に入る前にパスポートを見せる必要があります。その時に翻訳アプリを使ってチケットはどこで買ったらいいですかと質問したところ、いいよいいよという感じで通してくれました。中で買うのかなと思いながら入ってもチケット売り場が見つからず、もう一度おじさんに、まだチケット買っていませんと伝えると、いいからいいからというようなジェスチャーをしてくれました。ただで乗れるってことかなと思いながらも、駅を出るときに何か言われたらどうしようと不安でした。結論を言うと、出るときもパスポートを見せるだけで通してくれました。帰りの列車は同じようにパスポートを見せると、入った後でチケットを買うようにと言われたので、アリペイで支払おうとすると、アリペイがあるなら改札を通るときにスキャンしなさいと言われたのでそうしました。今回はたまたまなのかもしれないので断言はできませんが、動画を見てくださった方にはお得になるかもしれない情報なのでお知らせしました。大勢が行くと制度が変わってしまうかもしれないので、ぜひ動画を見てくださった方だけに留めておいてください。7元以下と書いたのはこれが理由です。大きな駅ではないので、ホームまでのルートは1箇所しかありません。自由席なので、座りやすい席を見つけて座りましょう。景色を見やすくするためか、窓が大きいです。到着まで数駅に止まりますが、出発して3、40分ほど経つと頂上が見え始めます。ここで見える頂上は観光がしにくかったり崩れかかっているものだったりするので、そういった頂上が見られるのもこの列車をおすすめする理由の一つです。ちなみに列車ではお菓子やカップラーメンを売っていたり、ガイドのような人が解説したりしています。何を言っているかはほとんどわかりませんでしたが、どうやらケーブルカーのチケットなどを売っていたようです。ここで買わなくてもケーブルカーのチケットを買う場所はあるので、利用を考えている人も心配しないでください。出発から1時間15分ほどで S2 線の発達嶺駅に到着します。ここも小さな駅なので迷うことはありません。パスポートを見せて駅を出たら、もう一度帰りの列車の時刻を確認しておくといいです。先ほども言いましたが、曜日で本数が変わるので気をつけてください。
駅を出るとこのような案内があります。後で説明しますが、発達例頂上には北上と南上があり、それぞれケーブルカー乗り場と入り口までの距離が書いてあります。チケット売り場がある入り口まで1280メートル。歩いて登る様子は早送りを交えた動画で紹介します。駅からのルートは分かれ道があるわけではないので分かりやすいと思います。全体的に緩やかな上り坂です。一人で早歩きでひたすら歩いたので、本来ならもう少し時間がかかるとは思いますが、5分ほど歩くとケーブルカー乗り場に到着しました。ケーブルカーを利用する人はここでチケットを買うこともできます。私はこのまま歩きますので続きをどうぞ。ケーブルカーのチケット売り場から振り返って引き続き歩いていきます。しばらく歩いていくと道沿いにお土産屋さんやコンビニのような店舗、銀行の ATM などもあります。しばらく歩いていくと左側にテントのようなものが見えてきます。ここでセキュリティチェックを受けます。手荷物の検査と金属探知機によるボディチェックです。カバンがある場合は開いて中を見せないといけません。火器の持ち込みが禁止ということで、私はタバコを吸わないので何も持っていませんでしたが、ライターを持っている人は預けていました。帰りに受け取れると思いますが、確認はできていません。セキュリティチェックを受けると入り口までもう少しです。正面の大きな門をくぐるとチケット売り場に到着です。チケットを買うときにもパスポートが必要です。大人1名のチケットの料金は4月から10月のオンシーズンが40元、11月から3月までのオフシーズンが35元です。私は11月の初めに行ったのでオフシーズンの35元でした。北京のさらに北にあるので気温は少し低めですが、歩いて登ると体も温まるので11月の初めに行けたのはすごく良かったと思います。ちなみにチケット購入は16時まで、16時30分には閉門時間となるようです。チケットを見せて入場するとすぐに左と右の分かれ道があり、選択を迫られます。左が南上、右が北上のルートです。南上は男坂と呼ばれ、北上は女坂とも呼ばれるそうです。女坂の方が緩やかだと紹介されていることが多いですが、正直楽な方はありません。どちらも階段と急坂があるので、ある程度は覚悟しておいた方がいいです。が、どちらも歩いてみて、私なりにおすすめポイントをまとめてみました。南上は1時間程度で往復でき、行き止まりがはっきりしているので、北上に比べて短時間で達成感を味わうことができます。また、進めば進むほど人が少なくなり、運が良ければ貸し切り状態のような景色が見られます。北上は往復に2時間以上見ておいた方がいいと思いますが、より長い距離を歩いて万里の長城を感じられます。また、多くの人がいて、言葉は通じなくてもきつい時に目があってお互い励まし合うみたいなことがあります。そして、一番高い北12楼があることから、何といっても高い位置からの壮大な景色が魅力です。それぞれの楽しみ方はまた別の動画で紹介しようと思っています。ちなみに北上、南上、それぞれのコースをひたすら歩いている様子の動画も配信するので、旅行気分を味わいたい方、旅の参考にしたい方はぜひご覧ください。それでは皆さんの旅のお供に、D ラボチャンネルでした。